おはようございます。エンティムのケイト、滝とマキです。おらー、食べる今日3人中テンション高いですね。はーいお願いしはまーいってなんだよ。すはーいはーいって言わないテンション高いですね。はこの3人どうですか？ちなみにでもよくこの3人でいますよね、意外とふざけてる。ふざけてますね。はいまあほぼ精神年齢同い年っていうあいいんですかケミですかね。いいんですか？もう認めていこうかなとならよかったあーですなんかすごい楽だなって開き直って。はい思っててはいはいはいよろしくお願いします。お願いしますはいということで今回は精神年齢試すでの3人でお送りしますぜひ最後までお付き合いください。最高です。それでは始めていきましょう。エンティムのご縁があって喋らせてもらってます。息ぴったりやな。はい早速ですがお知らせです。僕たちエンティムが今月から日本放送オールナイトニッポンクロスの新パーソナリティに就任することが決定しましたわーすごい嬉しいこれはわうわやばいーはいということで毎月最終ですね、毎月最終金曜日の24時から24時58分初回放送は4月25日です。おはいということで聞いた時どうでした？これやっぱり本当にアーティストさんたちだったかいたかそうですね高々高々言っちゃったんですけど本当に有名なアーティストさんだったりそうもう本当にいろんな方がやられていて、うんちょっと僕たちが本当やっていいのかっていう感じなんですけど、ちょっと頑張っていきたいなと思います。だってもう記者会見出てましたもんね。緊張したね本当に。だって恐るすぎて長野めいさんの前をもう2ミリぐらいの高さですいませんっていうのが記事に出てましたけどあれちょっと恥ずかしかったね。恥ずかしかった？いやあれで伝わりましたよ。本当ですか？はい大丈夫でしたちょっと。いやもう謙遜とすべて、はい、あの日の滝なんかすごいゆるキャラみたいあれがゆるキャラ。可愛かったですね。可愛かったいやでもめちゃくちゃ僕も聞いてたので、うんすごく光栄に思ってます本当に。確かにありがとうございます。僕個人的にオールナイトニッポンクロスの始まる時の音楽がめっちゃ好きなんめっですよ。ちゃ好き。あれわかる超わかるテンション上がる。わかる。いやー楽しみだな。いやすごい一回オールナイトニッポン経由のライブみたいなのがあってね。ありましたね。それも出させていただいて確かに確かに結構ご縁があったなってご縁がある。はいご縁があってご縁があって本当にお願いします。かけていきますよ。そうですね喋らせてもらおうかなと思って全部言ってくれる。はい他局ですけども確かにそうですよ。こんな大胆に。大丈夫ですあ、いいんですか？この番組の作家さんの宮森さんはオールナイトニッポンも担当されてるんですよ。おうそうなんです。なのでこの場借りでじゃんじゃん宣伝していこうかなと思って。なるほど。はいやった。でオールナイトニッポンのパーソナリティやるにあたって大事なのはフリートークですよ。うわフリートークフリートークがほんと大事で、やべえ。どうですか自信の方は？フリートークほど難しいものはない。ないですね。途中英語になってくもんねマジね。緊困るな。張しても英語にな緊っちゃう。張したら英語になるのやめとけもう。いやでも本当にデビューして3年目やぞ。鼻かゆくなってきましたもう今なぜかわかんないけど。さあ独特ということでいきましょうか。はいはい独特でいきます。それでは、ということでですねこんな企画を行いたいと思います。題してオールナイトニッポンクロス決定記念フリートークチャレンジ。すげえ。あ、BGM 自分でやると。そうです自分でやります。演者でBGM 全部自分で歌うっていうのが決まりなんで喉だけちょっと温めてもらってやっちゃったことないいいですか？はい簡単にルールを説明します。これからですね一人ずつフリートークをするのですあがら制限時間は2分おう。で2分を超えるとジングル流れて強制終了となりますので、はいはいオールナイトニッポンクロス放送時間決まってて、うんCM のタイミングバッチシ決まってるので、強制終了全然あるんで、あそのシビアな環境にもなれるということで、シビア。はいよろしくお願いします。シビアってあんま言わないね、むずいな。はいうまく調整しながら思いますけど、はい2人ちょっとどうですか今の聞いて。無理です。諦めさあ演者べみたいにゆるくさせてもらえんぞ。頑張ります。演者べはゆるくさせてもらってますけどももうじゃあ全力でやっていきますよ。よっしゃいいんですよ。もう全力でやればいいと思う。超ガチでやるから。はいおっとちょっとね僕の雲行きも怪しくなってきましたけどもオチが決まる時のうんジングル鳴る時にこう
決まる、ああはいはいはい。これが一番気持ちいいんで、うんこれが一流のラジオパーソナリティです。うわそれを求めないでください。言われてるんで、ねぜひ皆さん2分ジャストで目指していきましょう。ーはい。順番どうしますか？何で決めます？まあっち向いてほいとか。長いあ長いな。長い長いか。うんもう簡単にじゃんけんにしますか。じゃんけんしますでじゃんけんでいいかもしれないね、はい。勝った人がね、はい。あオッケーオッケ最初はグーじゃんけんははいい。もう最後最初はグーじゃんけんぽい。しゃあ。マキが勝ち取ったんでマキタキ K ということで、おい。はい行きましょう。じゃあ僕たちの目の前にですねこのタイマーあります、はいタイマー置いてあるのでこれを参考にしながら2分ジャスト目指していきましょはい。う。わあもういっちゃいますよ。いいんですか？頑張れ。でもちょっと今日僕ちょっと自信ありげです。おなにすごい。やっぱこの企画を事前に僕たち説明してもらってたじゃないですか。はいはいで昨日夜中4時ぐらいまでずっと考えながらメモを取おいっておいおい偉いやん。すごいな。それは後で言おうハードルが上がる。確かにやばいやばい。さあ自分で上げちゃったハードル。さあということでトップバッターマキくん準備いいですか？はいそれでは行きましょう。3、2、1どうぞ。はい、西の皆さんおはようございます。ということで初めてのオープニングトークなんですけど、普段あんまり自分で一人でバーって長く話すのが得意じゃないので若干緊張もしてるんですけど、これすごいポジティブに考えたら逆にめっちゃいいチャンスじゃないかなと思ったので、今後のためにも練習がたり思いっきり準備してみようかなと思って今日準備してきました。で早速その内容に入っていきたいんですけど、僕たち NTM がこの Going Blind 月老のカムバを準備する中、いろんな撮影とか収録とかがあったと思うんですけど、そんな中 NTM のメンバーが待機中の時間どのように活用しているのかをこっそり観察してみました。これなかなか興味深かったですよ。結構しっかり見ていったので一人一人説明していきたいと思うんですけど、説明する前に大きく3つの系統に分かれてるなっていう普通に僕が心の中で感じたんですね、で1つ目がもぐもぐスタイルで、2つ目はにらめっこスタイルで、3つ目がねむねむスタイルっていう、この3つに僕が独断と偏見でメンバーを分けていこうかなと思います。ということでじゃんじゃん説明していっちゃいますよ。まずじゃあ分かりやすく風磨くんはもう断然にらめっこスタイルですね。何とにらめっこかと言ったらゲームとにらめっこ。なるほずっとその待機中でありますよね、ゲーム機をずっと見て一生懸命やってるなっていう印象でしたね。でジョーくん、次ジョーくんなんですけど、ジョーくんもにらめっこスタイルだなと思ったんです。これは何とにらめっこと言ったらモニターですね。ダンスとかの収録とかがあった時にずっとモニターを見て自分の振り付けとか動線とかディテールとかを確認してるなっていう印象でしたね。で次滝くん、滝もにらめっこ、何とにらめっこかと言ったらバカお前おい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 。早くね。もうあげ10分喋るで今の尺は。お前さお前なるちゃんほどとトップバッターらしくいくなよお前失敗のお手本を見せるな。めっちゃ話おもろそうだったのに、うん。いやそう話す内容もめちゃくちゃ素敵でそう入り方も超自然やったんやけど、それではですね、一人一人、しっかり占っていこうと思いますみたいなさテンションでさお前さ本当にチラッとこのタイマー見た時1分15秒だった、まだ全然いけるわって思って1分15もないのよいけないよないいやおもろいな。もっとじゃあもういやーパッパ言ってった方がよかめちゃったのか。くちゃ面白いね。いやでもいい例だった。ちょっとありがとう。いやいや相当最後まで面白いです行きたかったな今のは。いやでも聞きたいけどねこれ最後まで。ちなみに簡単にどんな感じだったのかっていう。そうだね。簡単に、はい春はもにらめっこ、はいはいずっと片耳イヤホン入ったもん。なるほどなるほど。ニコラスはねむねむいねむつもねむですねどういうことっていうぐらいの大差で寝てる印象、うんゆうまくんもねむねむ、ゆうまくんの寝顔は可愛い、ちょっと不機嫌そう、けいくんはもぐもぐ、もぐもぐですね。ラーメン食べてますねいつも。マジっすか？はいいっつもなんかのラーメン食べてあるそう待機時間ねそう絶対ラーメン食べてる。辛ラーメン
うんはい、僕ももぐもぐ、お腹が空いてないけど食べてしまう。うんゆうじくんももぐもぐ、一番最初にケータリング取りに行ってるイメージ。確かにね、めちゃくちゃ面白いし、めっちゃおもろかったルネの皆さん、そしてエニシの皆さん、はいみんな知りたがってる情報です。はいはい。いやー最後まで行きたかったですね。行きたかったですねパッと行った方が良かったのか。そこはなるほどなるほど。いやーちょっとこれで2分のこの、うんあれがそうですね意外と短いっていうことに、あでも3分ぐらいのあれで準備して準備してきたんだかもしんない。じゃあ負けは悪くないな。優しいな俺優しいのフォローすごい。ちょっとじゃあわあ、これ宮森さんどうでしたか？そうですね、メンバーで紹介していきましょうってなった時にまあ、1分15秒だったんで絶対間に合わないなっていう。そうこれはもうサブ大慌てです。あどうするってなるんで、ちょっとなので多分ちょっとスマホにこうメモしてきてくださったんですよね。それをそのまま結構読みすぎなのかあー余裕がない。ーなるほあ例えば、うんこう K さんとかがそれどういうことなのっていう風に入られたら多分リズム崩れちゃうじゃど。ないです確かにあなのでもう一言一句書くんじゃなくてこうポイントポイントを箇条書き、ではいはいはい、確ちょっと余裕持たせた方がもしかしたらいいかもしれない。かになるほど、あうわすごい。わかりやすい。いやーちょっと深いですねラジオ。うわキャー緊張すんなこれ。べしゃりでね、べしゃりこうべしゃり聞いてる方々の耳を。さあ続きまして滝くん、はい準備いいですか？やってみます。いってらっしゃい。3、2、1、どうぞ。おはようございます。滝であす。りがとうございます。そうですね、今日はまあフリートークをちょっとしていこうと思うんですけど、まあちょっとここでちょっと摩訶不思議な話をしたいんですけど、うん僕ここ1週間デジャブを3回ほど経験しまして昔から夢とかあんま見ない人だったので、ちょっとそれを今回3回も経験したということで話していきたいと思うんですけど、1つ目は簡単なことで、撮影の途中メイクが終わって車で待機場所に移動しようとしたんですけど、そこで僕がほぼ最後の方に向かっていて、前にいるメンバーを見たんですけど、そこに歩いてるメンバーの順番と配列が全てその見た景色と一緒で一人で興奮したって話なんですけどほんと簡単ですね。はいであと2つ目は風磨くんがジャケットの下にタンクトップを着ていた時があったんですよ。その時にそれを脱いだ瞬間にデジャブが起こって、その時の背景だったり、配色っていうのがすごい明るくて、未だに本当に印象に残ってたっていう話ですね。であと3つ目は空港で後ろにいたマキとジョー君が荷物検査の時に2人ともタンクトップになっていた瞬間があったんですよ。うんそれ覚えてますか？うんそれの時にデジャブが起こって、またこれもどこかで見たような景色だなっていうのが思い浮かんだんですね。それでこの3つをちょっと1週間で経験して、いろいろ調べたんですけど、多分ちょっと疲れなのが出ていて、ちょっといろいろあったのかなと思ってちょっと考えるのやめたんですよ。でもちょっとよく思い出してみたらなんて言うんだろう、やばいね、色を結構夢と傾向、夢とその色を結構つながるっていうのを調べて、ちょっとそのなんか脳が勝手に結びつけてるんじゃないかなとか思ったんですけど、ちょっとやっぱりあといろいろ考えてみると、あとなんかタンクトップデジャブがすごく多いなと思っててなんかすごい僕はタンクトップと関係があるんじゃないかなとかもいろいろ思いましたね。ちょっと僕ははいで下皆さんも僕ははいデジャブもちょっと最近多いなと思ったので、そういう時はちゃんと睡眠をとった方がいいんじゃないかなって僕は思いましたね。僕は結構いろんなとこでも言うてる場合か言うてる場合か。なんだこれどういう話やねん。シンプルに滑舌が良くない疑惑が出てる。その前に焦ってつばたまったつばたまったマギどうでした今の？あでも話の内容はすごい面白かったね、タンクトップデジャブ。よかった。マジで焦りましたね。いややっぱり時間見たらうん独特で滝らしくてよかったですね。うんやっぱ話し方って一番大事なんですね。確かにうんちょっと宮森さん的にはちょっとどうでしたか？そうですね、もうちょっとこうメンバーもあと2人もいるんで、こうメンバーに話すよううにん話すのがいいかもしれない。なるほど確かに確かによりフリートークっていう感じが。確かにあとフリートークを話し始めるときにフリートークをしていこうと思うんですけどあんまり言わないそうですねよくあるんですよ。例えば昨日もなんか音楽番組収録の登録で
ありますかってエンティームさん何かありますかはい、滝と申します。よろしくお願いします。なんかオンラインゲーム一戦交わる前みたいな挨拶絶対やるんですよ。いやーちょっあれ面白いね。とおこがましいかなとか思っちゃってやっちゃったんですけど、礼儀がねそうすごくこう正しいがゆえのね。挨拶はして損はないからね。そうね、そうしてそうはないよ間違ってないか面白い。いや最高でした。ら。はい素敵ですね。うんですね2人帰ってきたじゃないですか。僕そのフリートークがあることをこう知らずになんで爆睡しちゃってて忙しかったからね。じゃあ朝起きてうんっていう感じだったんで、うん。もう本当にフリートーク今はもうこの2人がいるこの状況で今話そうかなって本当には何も分かってないので本当のフリートーク。本当のフリートーク。オッケー。はいじゃあマキさん、うんちょっと僕振ってもらっていいですか。はい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 滝さんかマキさん。それではじゃあ最後に K さんのフリートークチャレンジよろしくお願いします。準備 OK ですか？はいじゃあ用意スタート。はいということでですねやっぱりですね僕最近ダンスするじゃないですか。ダンスで靴紐問題ちょっとありまして、靴紐衣装をいただいて靴紐が最初から内から外に入れてるパターンと外から内に入れてるパターンで、好きな方向とかってあるんですけど、はい2人はありますか？僕は外から内パターンが好きですね。僕も全く一緒ですね。外から内パターン、はい。人はみんなそうなんです。人は皆さん人はみんなそうなんですけど新しい方法を見つけまして1本を上から通すんです。ガーって1個間隔で開けてあで上から最後の下につくでしょ。うんうんこう上から要は足首のとこからつま先のとこに出る1本出ました。そこから下を通して上に持ってくるんです。はいはいはい。だからぐる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 って巻いて下から通るんですね。なるほど。でそうするとキュッてもう一瞬でタイトになるんですよ。そうなんだ。これが気持ちよくて、はいどう思いますか？これめちゃくちゃ気持ちいいんではいやってみてください。それってはいあれですか、よく革靴であるタイプの。そうなんですあーそれもありますよね。はい気持ちいいので気持ちいいと言ったら枕なんですけど枕めちゃくちゃこだわってて、はいはいはい、抱き枕前後でこう囲んでくれるやつベッドに3つあって3つ今トンデムンの市場ぐらい山盛りになっていますということです。はいすげえあれリングルが伸ばせという指示が出たんですけどもそのトンデムンの市場ぐらい山盛りになっている抱き枕は、はい今もういつ捨てようかなって思ってはいるんですけども枕ねで枕のカバーも僕大事で枕のカバーも大事であと2分バカあと2分喋るバカあと2分を喋るんだけどブランド僕使ってるところのうん一文字書いてあるんです。あキングって書いてあるおお枕カバー。これでもうほんと深い睡眠におやってて羊が1匹羊が2匹羊が3匹なんて言うてるもうそんなのもいらない。もうすぐ寝れるすぐ寝れちゃう。すぐに寝れちゃうからみんなもうそれ試してみてもう許してください新手のドもうッキリかなんだろう許してくださいしゃべのスタッフの皆さん僕だけ4分袖出るのはなんてありますけども本当に切らないから人たちねおーしゃ終わったおいびっくりおってまけじゃ生放送こういうこと確かにこういうことあるなうわ生放送はこういうこともいつ終わるかわかんない。ねすごいな。いやすごい枕おもろいなですね絶対にラジオは
決めてきてください話すこと自爆するので得意な人以外もう川島さん以外は絶対に準備してきてください、はい、すいませんちょっと、大変ご迷惑をおかけしたんですけどどうでしたかどうでしたかまあ本当にノープランだったんだなっていうのがよくわかります。でも聞いてるお二人も相槌打ちやすそうで結構相槌打たれてたんで多分そういう余白があるような話し方をされてるのがすごく上手だなと。それは良かったんですね、投げかけはちょっと早いかな。早かったですねフリートーク始めてるのどうですか40秒ぐらい入って40秒ぐらいどうですかでも本当に生放送はちょっとここトーク伸ばしてくださいとか全然ある。これそういう意味なんですか。これあ、そうなんだ。なんか楽器のこうやってこういうやつあるじゃん。アコーディオンアコーディオンこういうこうなんかやってるのが好きなんかなと思ってゲストがいらっしゃる回とかもその打ち合わせの部屋のフロアからまだスタジオまで降りてきてないっていう、なるほど、呼びに行ってないみたいなことがあるんで伸ばしてくださいまだ来てないですっていうこととかもあるんで、めちゃくちゃ面白いそれ。すごく貴重な体験でした。ありがとうございましたありがとうございますどうでしたか皆さんやってみて。そうですね、フリートーク中にも言ったんですけどその一人でずっと話してるのがあんまり得意じゃなかったんで、若干だから余計すごいいろいろ準備しちゃって意外となんか軽い気持ちでやった方がいいんだろうかなと。なるほどね。確かに。真面目だからね、こう準備しすぎちゃうとね、いやでも本当に全く一緒で、俺も書くことをそれを読もうとやっぱしてちゃってたからそれがちょっとあざと出ちゃって、もうちょっとなんか脳の整理だったり体の整理っていうのをちゃんとしてから挑んで方が良かったのかなと思いますね。そうね日本語日本語問題、4歩前の日本語日本語問題でした、体の整理って何を整理するでも今それこそライブで本当実際こう生な感じでやってみたんですけど、僕もこういう風にいざとなった時にこうどうすればいいかとか、今実際こう経験してみてすごく感じることもあったのですごくやってみてよかったなと思いました。でも個人的にはフリートークすごく好きなので、今後もなんかたくさん挑戦していければいいなと思います。わはい。もしかしたらオールナイトニッポンクロスで同じような話をちょっとするかもしれませんけど、NC の皆さん初めて聞いたかのような印象リアクションでお願いいたしますそうだね。エンティームのオールナイトニッポンクロスは毎月最終金曜日の24時から24時58分放送。初回は4月25日です。ぜひお聞きください。さてそろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube で配信中で、皆さんはどれかしらでお聞きいただいていると思うのですが、チャンネルのフォローはお済みでしょうか。今聞こえてきますね、フォローの音ポチポチと。ありがとうございますはい、これを機に全プラットフォームでチャンネルフォローお願いいたします。はい、エンシャベでは引き続きあなたからのお便りを募集しています。番組概要欄のメッセージフォームから感想や質問、番組で僕たちにやってほしいことなど何でも送ってください。また SNS でもハッシュタグエンシャベをつけて感想など投稿してください。エンはカタカナ、シャベはひらがなです。そして4月23日に僕たちエンティームのサードシングルゴーインブラインド月老が発売されます。そちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでどうでしたか皆さん。もうケイタキマキは、はい楽しいですね。もうなんか楽しいミッションといいすっごいやりやすかった。はい、朝8時から楽しんでもらえるんじゃないでしょうか。確かに元気になってね、行ってもらえると思います。はいマキどうですすごいなんか始まる前は緊張してたんですけど、めちゃめちゃ普通に楽しかったですね。マジ話す側もそうですし、2人の話も聞くのもすごい楽しかったと思いましたね。いいっすね。で英語出なくてよかったですね。英語はギリ出なかったです、ギリ出なくてよかったそうはい、とても楽しい回になりました。またオールナイトニッポンクラスも皆さんよろしくお願いいたします。はい、お聞きいただきありがとうございました。ここまでお相手はエンティームのケイト、タキとマキでした。バイバイ。バイバイ。